んにちは。チャプターズブックストアスタッフのななみです。この投稿が2025年最後の投稿となります。今年もたくさん見てくださってありがとうございました。来年ももっともっと楽しんでもらえると嬉しいです。はい、今回はですね、これやらないと年越せないぞっていう企画でございます。本当は秋頃にやる予定だったんですけど、すっかり忘れてしまっておりまして、でいつも萌乃さんと一緒に撮っているのが今パリにいらっしゃるので、一緒に撮れない、もう大ピンチっていうことで、今回は新しくラジオっていう形でお届けしたいと思います。盛り上がりすぎちゃってすんごく長いんですけど、ノーカットノー編集の私たちのリアルの会話お楽しみいただけると嬉しいです。それではどうぞ。こんにちは。チャプターズブックスタースタッフのななみです。書店主の森本萌乃です。これなんでいいんだよね。こんな始まり、はい、これでいいのね。こんな始まりで大丈夫です。ちょっと私から挨拶始めるっていう珍しいパターンなんですけど、今日は、ラジオっていう形でお届けするんですけど、私今年これやらないと年越せないなと思って、ちょっとお時間をいただきました。はい、ですね、YouTube で何回かお客様、視聴者の皆さんのお悩みを募集して、そのお悩みに選書でお答えするっていうのを撮ったことがあるんですけど、今年の9月にもお悩み募集してたんですよ。やってたね。てかそれも9月の話なんだ。そうなんです。すっかり忘れてしまっておりまして、もうこれはちゃんと年内のうちにお答えしてあげなきゃいけないと思って30件以上来てたんで、そのお悩みを萌乃さんに答えてほしいなと思って、はい、お声掛けしました。はい、突然来ました、スプレッドシートが、これでいきますと、すごいたくさんのお悩みを一気に共有した感じなんですけど、今回は仕事とプライベートの2つに分けてお悩み募集してます。で、私がお悩み一個一個読み上げるので、萌乃さん、本答えてください。これ答えられなかったらどうすればいい？なんかそういうこともあるよねっていうそれでいいのね。はい、結構今回すごいちょっと重ためのお悩みもあったなと思って、これさすがに本じゃ答えられなくないっていうのもいくつかあったりしたんで、そこは萌乃さんの人生の経験値を生かして萌乃さんの考えでお答えいただけたらなと思います。じゃあ時に本関係なくなる可能性もあっていいのね。そうですね、わかりました。萌乃さんはこう思うっていうので、お答えいただけたらなと思います。はい、じゃあそうだよね、お悩み相談9月に集めて3ヶ月越しのお答え。はい、3ヶ月越しでございます。本当にお待たせしました。ごめんなさい。見てくれてるといいね。見てもらえたらな。ちゃんとストーリーで募集したんで、ストーリーでやっと答えましたって言うようにします。わかりました。それでラジオなのね。そう遠隔っていうのもあるしね。はい、萌乃さんパリ行っちゃったんで一緒に動画撮れないと思って。確かに。はい。ちょっと新しい形を楽しんでいただけたらなと思っております。そうだね。はい。じゃあ早速ですね。まずお仕事編からお悩み答えるのいきたいなと思います。これお仕事編と何があるの？お仕事編とプライベート編があります。はいです。でまず最初お仕事編からですね。じゃあ早速、お悩み一つ目、お仕事のやりがいを見つけるのが難しいというお悩みがございました。なんかそんな本ありますでしょうか？これ難しいね。一発目からやりがいを見つけるのが難しいよっていうどうしたらいいっていうってこと？はい。このまま来たの？こういう感じで。このまま来ました。はい。わかった。なんか今回バーッと答えていこうと思っていろんなお悩み見てたんだけど、基本的にまず仕事で悩んでる人はちくま文庫の世界はふむふむに満ちているっていう100の尊いお仕事を紹介したエッセイがあるんだけど、もうあれをとりあえず読めばいいと思う。確かに。なんかチャプターズでもね選書に入れて、私ほんと去年出会ってもう大好きすぎて、ちくまさんあるだけくださいレベルで買ったんだけどい
いやなんかあれは名著ですね、確かに。お仕事のやりがい見つけるの難しいからね。だから、うんどんな仕事にもあれ読むと小さな喜びも小さな大変さももうその人にしかわからないレベルであるから、うんうんあれ読んでいくと自分のもしかしたら就業時間開始3分前から入るスイッチの感じが自分のこと好きになれるやりがいみたいな小さなことでもいい気がしてきて、なんかそういう大きな、例えば人の命を救うとか、人生を変えるお手伝いをするとか、そういう大きなことじゃなくて小さなやりがいを絶対あるから、どんな仕事にもやりがいはあるから、そこに向き合えるんじゃないかな、このふむふむを読んだらと思いますので、世界はふむふむに満ちている、読んでほしいと思います。でもね、あともう一個ね、だと思います。なんか最近読んでよかったのが、会社を綴る人っていうお仕事長編小説も結構良かった。小説なんですか？これはね、会社で全然仕事のできない男の子が総務課に配属されて、そこで会社のメルマガとか、なんか社史、会社の歴史とかを分かりやすく伝えていくっていう改善をするっていう、ほんとささやかな仕事なんだけど、なんかだから会社を綴る人なんだ。そう好きなことに向き合ってるで、自分なりのやりがいを見つけて納得感を持って生きてる人ってすごい気持ちいいなと思って、なんか私もどこで何してるかってポジションとか役職よりもその仕事がどれぐらい好きかっていうことで、その人と仕事の話して楽しいか楽しくないか決まってくるなって最近思うんだよね。このね、会社を綴る人はね、とっても友達になりたい男の子が出てくるんで。へー、若いんですか？何歳ぐらいの男の子なんですか？30手前ぐらいだったかな。じゃあ割と多くの人に共感というか、刺さるものがありそう。なのでやりがいは絶対にあるので、大きな視点じゃなくて小さなやりがいを探しましょうっていうことでいきます。はい、ありがとうございます。前野さん、もっと短くていいです。30個悩みあるそうだよね。分かった。もう7分よ。そうよ。分かった。ちゃんと30個答えたいんで、分かった。いきます。次ですね。次は苦手な仕事のリーダーを任されてプレッシャーに悩んでいますっていうお悩みです。はい。ありますか？やばい、もう急がないと。これは山本文夫さんの絶対泣かないっていう、これもお仕事の短編小説で、最近お仕事なんだ。そうなの。いろんな女性の職業をテーマにいっぱい綴られた短編集で、最近書影変わったのかな、なんかすごいおしゃれになってた。そうなんですね。でこれはなんかどれも視点が優しくって、小説だからこう、なんだろう、またエッセイとは違った没入感というか共感性とかもあるし、共感性というかなんか読み切った楽しさみたいな物語性があるし、あと女性が全部主人公で女性の仕事を見るから、ちょっとチャプターズ、男性もいらっしゃるチャプターズというサービスでは入れないって決めたんだけど、このね、これ女性だよね、悩んでるのきっと。苦手な仕事のリーダーを任されたのは。そうだと思います。今回お悩みほぼ女性だったんで。そうだよね。だったらもうこの世界はふむふむに満ちていると合わせ、山本文夫さんの絶対泣かない、読んでほしいなと思います。ありがとうございます。はい。じゃあ次ですね。次は仕事と育児の両立っていう面でお悩みいただいています。2つ来てたんですけど、1個は育休取得したけど子供の預け先が見つからずに退職したけど働きたいけどなかなか働けないっていうお悩みと、自立したいでも子育てに追われて余裕がない、今の仕事をいつ切り替えたらいいかわからないっていう2つ来ておりました。なんかありますでしょうか？もうさ、まず尊敬しかないよね、子供育ててる時点で。そうですよ、本当にもう両立なんか私考えられない。本当だよね。その前提で、家からできること、働きたいけど働けないんだったらもう家からやれることしかないじゃない。でいくと、いろんなスキルを学ぶとか在宅でできること探すとかいっぱい今の時代あると思うんだけど、この本という観点から紹介すると、青山美智子さんの月の立つ林でっていう文庫があって、最近文庫化したのよ。
これは青いやつですよね。そうラジオの話でものすごい良かったのね、ラジオなんですね。そうだからなんか家汚くてもさもうラジオとかこれだってラジオだしね、確かに。声は結構仕事になるかもなと思って同じような悩み抱えてる方いらっしゃると思うからちょっと声の発信から始めてみる、で始めながら考えるみたいなのいいかなと思ってちょっと青山美智子さんの月の立つ林でおすすめです、これ読むとねラジオ聞きたくなるしやりたくなるから。いいですね。しかもラジオなんでこう聞きながらっていうかこう喋りながらなんかできたりしないのかな。ね、なんか聞きながら、子育てとか家事はして、で子供寝た時に見計らって録音みたいなね。ね良さそう。できる気がする。私これで言ったらなんか選手マイスターで副業始めるのどうとか思っちゃいました。でも本読めないよね。29冊も。まあでもじゃあ一応リンク貼っとくんで、選手マイスターも副業候補でぜひ。はい、オンラインで始められるんで。そうね。じゃあ次のお悩みです。次は人間関係です。これ4つぐらい来てて、向かっていきます。ワンマンオーナー会社で上司先輩も理不尽な人に育っていく、いい人は辞めていくっていうお悩みと、人間関係で高圧的な人、偉そうに物言う人、自己中な人からのストレスにどう対処するか。次は、商品の専門的な部分を教えてほしいのに教えてもらえない。もう一個が仕事しないおじさんたちを一発退場もしくは一発で黙らせたいっていうお悩みです。これななみちゃんなんかあった？私この仕事しないおじさんたちを一発退場させたいっていうお悩みに対してダイレクトな本最近見つけてしまって、文庫本なんですけど役職定年っていう本があるんですね。結構前の作品なのかな、あれはもうこう定年を超えてはいるけど一応会社が雇ってあげてるみたいなおじさんたち、給料はもらってるのに全然仕事しないみたいな、もう好きあらばお茶しに行ったりとか、食堂でこう同い年ぐらいのおじいちゃんおばあちゃん社員とくっちゃべってるみたいな人たちを、リストラさせる人が主人公のお仕事なんですよ。ぴったりじゃん。そうあれ本当に素晴らしいエンタメ小説でした。面白いんだ。結構目なくそ悪いなって思って読んでるんですけど、もうラストのなんていうんだ、まとまり具合が本当に素晴らしいの、よくできた小説だなと思って、一発退場できるかどうかで言ったらこの本またちょっと違うんですけど、もう向き合い方がちょっと変わるかもしれないなと思って、この本ぜひおすすめします。役職定年っていう本です。文庫化してる？文庫化してます。いいね。ただあれなんです、後書きがなくってもっと後書きまで読みたかったなっていう、こうちょっともどかしさがある。じゃあなんかこれ読んだらちょっとスカッとしそうだね。今、会社の人間関係とかでもやっとしてる人も。萌野さんなんかありますか？やっぱり私なんかどこまで行っても職場で悩んじゃって移動する気が自分がないんだったら、もう給料をどう使うかを考えようっていう方向に思考を持ってってほしくて、で行くとやっぱ柚木あさこさんのその手を握りたい、これはやっぱりもう教科書にしてほしいね。もう29歳までに読んでないと誕生日迎えられないみたいななんかそういうなんかこう成人式のさなんか時にもらう本みたいにしてほしい。これ確かにめっちゃいい。これ例えば1億人日本人いるとして、半分が女だとしましょう、ざっくり。5000万人読んでいいと思うこれ。確かになんか高校の卒業課題みたいなのこれでもいいぐらいの勢いありますよね。そうでも仕事疲れたら仕事なんて結局はもう労働時間との対価でお金をいただいているっていうことなんだから、そのお金の使い方で自分らしさを見つけてこうねっていう。でその手を握りたいのを主人公はもう高級寿司にハマって月に1回自分のために高級寿司を自分の金で食うぞって言って頑張って働くんだよね。素晴らしい本。だからもうやっぱもうみんなさいろんなも結局会社の人間関係なんて自分のことしかみんな考えてないんだから、もう自分だってじゃあ自分のことを考えさせていただきますって言ってちょっとお金の使い方をなんか節約とか投資とかじゃなくて自分の心地いいもの
が何かっていうところを考えるの。もしかしたら月に1着5万円のワンピース買うっていうのでもいいかもしれないし、キャンドルだけは絶対にここのブランドのこれを買いに行くっていうことでもいいかもしれないし、なんかその自分のお金の使い方を見直して、そしたらおのずと仕事も頑張れるっていう、本当もう一回言うけどこれね、全女性読んでいい本なんで、はい、その手を握りたい。私これ400年後とかにもさ、青空文庫とかになって読んでてほしいわ。もうずっと残っててほしいですね。これ太宰治走れメロスぐらい残ってほしい。柚木麻子その手を握りたい。いいな、はい、めっちゃいいな。いいよね。はい、やばい、もう喋りすぎちゃう。やばい。はい、次ななみちゃんお願いします。はい、次はお仕事の体力面のお悩みが来てました。長時間労働が辛いっていうお悩みと、保育園で働いてる方でフルタイム勤務で体力がついていかない、今後の働き方を模索中っていうお悩みが来てました。はい、どうしましょう。いや、まず本当、これ保育士さん、はい、素晴らしい仕事だよね。今日本で一番大切な仕事の一つ。そうですね。なのでまず私から誰を代表してか分かんないけど、ありがとう、お疲れ様って言います。もう保育士さん偉すぎる。あんなさ、柔らかい命抱えてさ、お金もあんまり出ないのにさ、いつも笑顔でさ、天使みたいなことやんなきゃいけなくてさ、で自分のことも幸せにしなきゃいけないじゃない、もうほんと最高よ、保育士さん。そうですね、もっと称えられていいと思います。本当なので私たちがここで称えます。全国の保育士さん、ありがとうございます。ありがとうございますっていう前提に、皆さん本読めなくてしょうがない、疲れてると読めないから絶対、もうそんなのは自分のことを嫌いにならないであげてほしい。私も保育士さんだったら絶対読めないと思う、だってもう気絶ぐらい眠いでしょ夜ね。そうですよね。神経使うからね。なんか息してるかとか具合悪くないかとかね、そんな中で短歌がいいかなと思いました。短歌って31文字、なんか短歌って眺めてるだけでも本当に癒されるというか、読まなくていいけど、気になったら声に出してて、その声が言霊で自分の耳に聞こえてきてちょっと癒されるみたいな、なんかその終わりも始まりもない短歌集とかって極限疲れてる人、保育士さんだけじゃなくね、極限疲れてるけどなんか本読めない自分にちょっとうんざりしちゃってる人は短歌から始めるといいかなと思って、ちょっと2冊紹介します。はい。1冊は、最近私買って、これね、はい、かなりエモ系キュンキュン今っぽいかと思ったら超良かった微炭酸短歌っていう、うわ、なんか甘酸っぱそう。そう、これ青春系をまとめた、青春のなんかシーンをまとめたような短歌で、書影もねちょっと検索してぜひ見てみてほしいんですけど、キュンキュン系なのよ。もうなんかラノベ系というか、でも歌が全部すごい良くて、私想像できないな。これちょっと舐めてかかっちゃいました。素晴らしい。誰だっけな、作家さん名前忘れちゃったんだけど、この微炭酸短歌のこのなんていうんだっけ、歌を読む人、歌い手さんっていうの、作家さんでいいのかな、歌人の方、ものすごい素敵な感性だなと思って。全部が刺さるわけじゃないのよ、歌集って、その中でも私すごいいいのが何個もあったんで、でね、読みやすいと思う。微炭酸短歌おすすめです。あとはななみちゃんもおすすめあるんじゃない？あれだ、のようなかです。あれさ、めっちゃ良かったよね。正直今年びっくりした本のうちの一冊。素晴らしい。もっと本屋さんでたくさん見かけるべき短歌集だと思います。本当に日常の切り方が美しいなというか、あとこっちちょっと笑えるよね。いや、そうですね、ちょっとこう皮肉も効いてたりするんで、なんだろう、いいストレス発散というか、無ふって笑える感じがちょっと元気もらえるのかなっていう点もあったりしますね。あとやっぱ短歌読むと日本人でよかったって思うの私だけ。いや本当にわかります、日本語の美しさをすごい丸まんま受け取れるっていうか、このなんだろう、素晴らしさを分かれる日本人でよかったなって心の底から思う。すっごい。ぜひ疲れてる方、短歌眺めていいなったら声に出してほしいです、ね、気持ちいいので。音読、確かにそうなんかちょっとね、ロマンチック指数も高まるから、私マジ家でよく一人で読んでるわ。前田さん
疲れてる時に読んで短歌集泣いてた時ありましたもんね。そう限界値来るとね短そう歌限界値来ると泣いちゃう。そう31文字で感情揺さぶってくるこいつはおすすめです。素晴らしいです。はい、やばい行きましょう。はい、次は転職のお悩みが来てました。あるよね。1個は転職したいですが勇気が出ません、一歩踏み出すきっかけが欲しいです。結構これきますね。もう1個は仕事量も責任も残業も負担が大きいけど人が良くて辞める決心がつかないという、はい、お悩みでした。何かありますか？これは私悩んでるうちは動かない方がいいと思う。おお、そうなんですね。私転職決めたり起業した時もう吹っ切れてたもん。もうこれやんない人生の方が怖いって思っちゃった。そこまで悩み切った感じがあったから。もう新しいことをしなきゃ後悔するっていうことですか？なんか割と前向きに全部決断はしてて、このままでいいのかなって時は私はまだ動く時じゃないかなって自分の経験則からは思うかな。うわ、それすごくいいですね。だから勇気が出ないとか決心つかないんだったら多分今合ってんだよ、そこにいるの。だからそのままでいいと思うよって思います。確かに。そんな感じかな。ごめん、これ本じゃないけど。でさ、そうだよ、もう一回戻るけど、本当に仕事の悩みはだいたい世界はふむふむに満ちているを読めばいいから。そうでございます、ふむふむ読んで100個分の仕事を見れるんでね。そうで、ふむふむ読んでアマさんとかに転職みたいな新しい仕事見つけるのも楽しいかも。ね、いいよね。確かに。じゃあふむふむ読んでください。はい、いいですね。じゃあ次、お仕事最後でございます。これもまた尊いお仕事なんですけど、小学校教諭の方で、今の仕事を辞めたら私には何も残らないと思うと虚しくなりますというお悩みが来てました。待って、なんでさこの保育士さんとかさ小学校の先生さ自己肯定感低いの？ちょっと言ってあげるわ。あなたたち今日本で一番大切な仕事の一つやってるから。ほんとそう、もうなんか電車とかみんななんか椅子譲ってほしい。なんか、冠とかつけて乗ってほしい。なんか教員とかさ、保育士みたいな、なんか可愛いティアラ作ってあげたい私。本当にね、本物のこれは戦うお姫様たちよ。すごいと思う。だから別に小学校の教員辞めたって何も残らないと思うってことがまず間違いで、その仕事について日々を頑張っているだけで大事な仕事に就くって決めてそこまで行ってんだから、素晴らしい人生だと思う。間違いないです。やっぱ忙しいと短歌読んでって同じ話になっちゃうかな。そうですね。でやっぱ短歌読んで本当先生こそさ自分の言葉でさ子供たちに勉強を教えたりとか、しなきゃいけないから、疲れたとかさ一人でいる時愚痴ばっか吐いてたらきっとさ自分のこともっと嫌いになっちゃうじゃない。だから短歌をちょっと音読して自分の耳にも自分のいい言葉を聞かせてあげると、素敵、すごいいい効果が出てくると思う。本当ね、なんか自分を自分で騙してやっていくことって結構本当に大事で、それがいつか本物になったりするから、短歌読もう。あとは私ティアラ作ってあげるわ。教員ティアラと保育士ティアラ作りたい。めっちゃ可愛いやつ作りましょう。そうそう可愛いやつ、ブリンブリンのなんかディズニーランドとかでそうつけたいようなやつ作りたい。いや本当にすごいのに。これはでも日本の闇だね。この人たちがさ幸せに誇りを持って毎日仕事場に向かい、まず給料倍だよね。いやそうですね。そういう金銭面だと、あとやっぱ体力的にはねしんどいならもうちょっと人も増やしたいしね。ごめん、本で解決できない。でもそれぐらい素晴らしいお仕事です。はい、よし、じゃあお仕事編は以上となります。はい、ここからまだまだ長いです。次プライベート編に行きたいと思います。私お仕事得意だけど、プライベートいけるかな。頑張りましょう。ちょっとななみちゃんに助けを求めつついきます。すごい萌野さんどんどん出てくるのはやっぱ書店主ですね。あれ持ち上げてもらっちゃってありがとう。今太鼓持ち芸人って感じだった。太鼓が聞こえた。トントンって。トントン。トントン。ななみの太鼓鳴ったよ今。よーって言ってましたね。はい、いきます。家族の
お悩みなんですけど、は素敵。離れて暮らす娘のメンタルが心配っていうお母様からのお悩みが来てました。ありますか？なんか大丈夫だよ娘は。でも分かんない、深すぎて。だから、うんなんか本を送るってどう？いやーそれめっちゃいいと思います、ね私も本もらったことがあって母親から、うんそれがうちの母親は村上春樹めっちゃ好きなんですけど、うん当時すごくこう大事に買った村上春樹のノルウェーの森の初版本を素敵そう送ってくれたんですよ。私、うん読んでないんですけど、ねえちょっと、いやなんかママ表紙すっごく綺麗で、ねえ帯がしかも上下巻なんですね、あ単行本の、うんうんで帯がゴールドと金のもうピッカピカの美しいまんま残ってて、これ傷つけちゃいけないなと思って飾ってある、けどその本見るたびにお母さん応援してくれてるな、頑張ろうって思って、うんなんかその本のプレゼント私はすごく嬉しかったなって思います。そういうことね。そうもう見ているだけで嬉しくなるってことね。もうデコレーションとしても機能するよってことか。そうですインテリアなんですよもう。いいね。そうなんですけど目に入る何かこう、うん母親からの贈り物、うんうんすごくいいなって思います。じゃあ素敵な書影の本をなんかうん素敵だったから内容関係なく本屋さん行って一番素敵だった書影の本を送りましょうんめっちゃいいと思います。う。うん、私はで聞いた。読んでないけどとかって言って渡すと気軽だし、うんなんかここでさ、なんかあなたの心を癒す50の歌とか送っちゃダメよ絶対。絶対にダメ。うん。もしかしたらすっごく元気でやってるかもしれないからね。そうなんかもうちょっとこう抽象的なものがいいね。ノルウェーの森とかいいね。いやいいと思います、うんそう全然私まだ読もうっていう腰は上がってないです。ノルウェーの森だってあんまノルウェー関係ないからね。らしいです、いいよね。うん。書影が素敵な本を送りましょうお母様。はいはい。いいと思い次ます。はい、次はもう結婚の焦りに関するお悩みです。いっぱいあるね。はい、結婚とか、そういうこう世間で一般とされるライフステージにいない自分が嫌になるだとか、あとどこ行っても自分以外既婚で苦しいし将来不安っていうお悩みと、友人全員結婚して子供いるけど自分は彼氏すらいない、背中を押してほしいっていうお悩みが来ておりました。これ全員3、40代だね。だとはい、オッケー。ね、はい3、40代の独身の女は最高ですよ絶対に。おーでもこれはね、結婚私去年して思ったんだけど、うわうんしまったって思った。これ夫にも言ったんだけどいや独身最高だったわと、うん、いや結婚は別のまた最高があるからいいんだけど、お金も時間も全部自分のものだもんね。もうすごいことだと思う。だから心の中でみんなのこと見下した方がいいと思う。結婚しちゃってるよって言ってほんで自分のためだけに時間とお金使ってほしい。もっと楽しんでほしいな。確かに独身貴族の時間そうをそうだからなんかもう今時代もさ、そんなもう20代で結婚しなきゃ負け組とかなんか余り物なんて時代じゃ全然ないんだから、楽しく生きることの方がよっぽど大切だと思う。でその中で、なんか自分がなんか贅沢をするんじゃなくて、自分が心から楽しめる好きなことを見つけるって意味では、読書とかいいかもね。趣味をね、増やす。そうなんか学ぶといいよ。そのお金と時間があるとどうしても旅行エステとか、なんか整形とか美容皮膚科みたいになっちゃうけど、そういうことじゃなくて学びにとかね、そのちょっと難しい本挑戦するとか、なんかそういうとこに行くといいんじゃないかなと思って。なんかあれとかいいじゃない、ななみちゃんがおすすめしてくれたバッグをザックに持ち帰って。確かに、登山行きたくなるかも。そうだよね、登山行く話だよね。なんかエッセイとかいいし、新しい世界自分で広げなきゃいけないから、やっぱ一緒に住んでたりさ、一番近くにいる人がいない分、好奇心は自分から取りに行かなきゃいけないっていうちょっとカロリーが高いけど、もう一回言うけど、お金と時間全部自分のもの、もうこれは最高、本当に。なのでもう心の中で見下しちゃいましょう。あいつ結婚してるよって言って、私のこととか見下しちゃってもうはい、そんな感じで、そっちの方が私は、私のあれよ、価値観よ。だけどもう勝ち組だと思う。独身3、40代女超いいなって思っちゃう。確かに
確かにちょっといい家とか引っ越せんじゃんね。家賃今9万だけど行く11万みたいな。いやそうですよね。いいよね。そうそうそう、そういうのいいと思う。じゃあ次、はい、次はちょっと難しいお悩みですね。なんだろう。2年近く不妊治療をしています。努力しても叶うものではなく焦るばかり。はい。まあでもこれも、もう私短歌の回し物みたいになってるけど、短歌とかいいかもね。眺めるだけで。短歌集とか出しますか？前野さん書き始める。ね、歌えるかな私。なんか短歌もいいし、あとはでももうこれ疲れてそうだから笑ってほしいっていう意味で、浅井亮さんの風とともにゆとりぬ。あとは、最近読んだ A マッソ加納さんのイルカも泳ぐわい。あとは星野話題の、あと星野源さんの、そして生活は続く。もうね、タレントさんのエッセイで文庫化してるのなんて間違いないんだから、もう絶対面白い。確かに、でこれってしかも旦那さんと回し読みできるから、ちょっと話題とかがリフレッシュしていいかもしれない。あ、そうですね。いやこれめっちゃ爆笑できるよ、笑えたよとか言って。でいくとなんか今年読んでよかったエッセイ、私ミッドナイトピッツァクラブ、これはこの間発売したホリデー選書ボックスにも入れたぐらい良かったんで、なんかエッセイしかもタレントさんのその愛とか恋とかじゃないやつ、笑えるやつは夫婦の回し読みにいいんじゃないかなと思ってちょっとやってみてほしいかもです。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。次は結婚したけど子供が欲しいかわからないというお悩みです。ちょっと違うさっきと。これはもう本は解決できんよ。いや難しい。私だってこれ相手あってのことだからね。ね、そうですよね。ちょっとこれはお話ししましょう、お相手とってことかな。次はい次は来ました。これもちょいちょいある自己肯定感が低い系のお悩みですね。自己肯定感低いせいで自分に自信が持てませんというお悩みと、外見がコンプレックス、顔もあまり好きじゃないのかなとか、アトピー肌が気になるっていうところでお悩みいただいてます。自己肯定感ね、なんだろう、もうねこれは本当にいろんなとこで言ってるし言われてるし、私も思うんだけど、もう決めるしかなくて、今日から私は私のこと好きって思うって、もうどっかで区切って練習しなきゃいけないんだよね。なんかちょっとずつ可愛くなってってちょっとずつ自信がつくんじゃなくて、もう可愛くなろうって決めた日にもう私は私のことを好きになる、好きな私になるために頑張ろうねって言って、ポジティブに自分のことをこう変えていかないと苦しいと思うんだよ。苦しい。だからちょうど今さ年末年始でしょ。そしたらもう2026年1月1日から私は私が好きだっていう自己暗示とかからもう始めてほしいな。表情とかで変わるもんね。いや毎朝唱えてほしいですね。嘘でも今日すっごいむくみ散らかしてても、今日も私可愛いって言って家出るとか、そういうのしてほしいね。私のこの横顔いいなとか、なんかお肌綺麗だなとか、髪の毛綺麗だなとか、なんかこの自分にしか見えないなんかおっぱいの下のお肉らへんがちょっと可愛いなとかわかんないけど、そういう自分だけが好きなとこ見つけて一個ずつ見つけてあげる。でもっと好きな自分になるためにちょっとだけ努力する、そんな繰り返しなんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっと本で解決しなきゃいけないから、なんかこれはね、外見がコンプレックスってことで、榊司さんの和菓子の案いいかなと。これねふくよかな女の子の話なのよ。でちょっとふくよかな女の子が、デパ地下の和菓子屋さんでアルバイトしてて、ちょっとミステリー的な要素もあって解決していくっていう超人気の連続短編で、もう2とかまで出てるんだけど、なんかこれって見た目がどうこうってもうほぼ幸せそうに生きてるかどうかなのよ。確かにな。絶対そうだよね。だからなんかもう私にはね見た目はほぼ全員同じに見えるよ最近。なんか可愛い子多すぎない？みんな可愛いです。だからもうみんな可愛い。この子も可愛いよ。別になんかその世の中で言う可愛いとかじゃなくても同じに見えるみんな。で別にそれが例えばじゃあ世間で今の可愛いじゃなくても可愛いってもう作れるものになってきてるから、わかる？そうですね。そう誰でもなれるから。だったらもう幸せそうに生きてる内面から出る
なんか可愛さとかがもう唯一無二な気がする。いや同じに見えない？ほんと最近道歩いてる人見えます。あれ、ね、さっきすれ違ったみたいな。本当にみんな可愛い。足細くてさ、目大きくて、インスタとかもさ、この人違う人かみたいな。そうなんかでも私は可愛いと思ってフォローしたら、あれ同じ人いっぱいフォローしてるみたいな時たまにあったりするぐらい、みんなそう確かに一緒に見える。一緒に見える。あの可愛いに私も入りたいって思う一方で、あの可愛いは逆作れるんだって思っちゃうと、もういらないなとも思っちゃう。みんな持ってるもんいらなくない？そうですね、だったらさ、自分だけの個性大事にしてほしい。外見がコンプレックスなんだったら内面磨けばいいだけの話、で多分ね、笑顔は足りてない気がする。でも自己肯定感低い子って、表情は出るから、人柄とかその自信とかは笑おう、幸せそうにしそうなふりでいいから口角上げて歩こう。萌野さんのこのお言葉は本当にありがたい。私もう今全然そんなことないんですけど、もともとめちゃくちゃ自己肯定感低い方だったので、そうね。そうでもこうなんだろう、自分のこと自己肯定感低いっていう人はみんなあれ読んだらいいと思います、宮下さんの太陽のパスタ豆のスープ。いいね。そうあれはこう自分を受け入れるで自分を認めていく練習の本だから、なんかさ、あの本もさ、成人式に渡そう。その手を握りたいと一緒に2編で、あれも5000万部売れていいからね。もっと売れろ、どんどん売れろ。そうっていうので、悩んだらそれ読んでほしいし、でも和菓子の案も読んでほしいし、毎朝私は今日も可愛いって出てってほしい。なんかちょっと虚しくなるけど、途中虚しさ抜けて受けてくるから、もう私なんでその可愛いにとらわれてたんだろうみたいな。もうどうでもいいわってなるから。そうですね。マジみんな同じ顔してる。はい。じゃあ次いきます。次はもうこれ答えありますね。出会いがない。はい。もうチャプターズ .jp まで。もうチャプターズ始めればいいじゃんね。いやそうですよ。だってさ、ななみちゃんあれだよね。先月何組カップル成立したんだっけ？先月ですね。すごくって、15人の方から、ご交際のご報告をいただきました。でもさ、報告いただいて15人でしょ？だからさ、もっといるよね。もっといる。どうしよう。すごいよ。だからほら、すごい取り上がりましたね。来年チャプターズ出会いがないならぜひ始めよう。待ってます。次はプライベートの人間関係のお悩みです。あなたには何を言ってもいいよね、みたいな態度の人が多すぎて嫌になる。なんてやつらだ。だからなんでそこに身を置くんだろうね。離れたいね。でもさ、そういう態度に人に見られる人っていうのは陰で頑張ってるのよね、きっと。だからその見えないところで頑張ってるこの方がまず素敵だと思う。これもやっぱさ、心の中で見下そう。じゃあそうですね。頑張ってないのね、あなたはみたいな。でもだからそのね、嫌な人からもらうエネルギーほどいらないもんないから、だったらっていうのでちょっと飛ばして先週でいくと、横関大さんのミスパーフェクトがいく。これね、最近読んでめっちゃ面白かった。なんかこういうの読みたかったって思った、久しぶりに。気持ちよさそう、それ。そうで、これはもう本当ミスパーフェクト。何でも仕事できる人がもうそつなくいろんなこと解決していく。でそれが結構ビシバシしてるんだけど、周りが本当ゆるふやで、なんかありがとうぐらいで終わるのよ。すっごい頑張るのに主人公。どいつもこいつもって思いながら、もうそのサイボーグみたいな主人公があまりに敏腕すぎて、こっちもなんかお願い事したくなるというか。だからなんか私はミスパーフェクトねって思って、ちょっとこびずにやっていこうっていう感じかな。あとはサードプレイス作るのいいかもね。なんか職場の人間関係辛そうだから、職場じゃないのかな。この人間関係悩んでるね。だったらやっぱキッチン常夜灯とか飲食店って本当に自分の肩書きを一回こう置いといて、存在として認めてくれる、美味しい楽しいだけで会話が進む素敵な場所だから、一回キッチン常夜灯読んでみて、行きつけのバーなりカフェなりレストラン作ってみるみたいな。
なんかそんなこともしたらちょっと生きやすくなるかなと思いました。ほいありがとうございます。はい。今回疲れてる方多いですね。本当。次のお悩みは、うん疲れてるお悩みです。疲れちゃって帰宅後趣味がはかどらない、本が読みたいのにモチベーションが上がりません、幸せじゃなくていいので、世界に没頭して逃げられるようなお助け本ありますか？普段忙しくて読書の時間も取れないですっていう。はい。忙しいなら本当にもうさっき言った短歌とか詩集とか、エッセイとか文字少ない系がいいね。あとはななみちゃんなんかある？私ないわ。私読めなかったら読まなくてよくないって思っちゃいました。ね、読めなかったら読まなくていいよね。そう、でもこん前も私本当に本読めなかった時に、ドラマずっと見てたんですけど、それがすごい面白くって、Apple TV って見たことありますごめんなさい。ちょっとないです。ネトフリもでもアマプラでもなくね、Apple TV なんですけど、それでやってるテッド・ラッソっていうアメリカのアメフトの監督をやってた人がイギリスでサッカーの監督をするっていう、面白そう。見る私。めっちゃもうすっごい胸熱ストーリーで本当に夢中で一気見しちゃった。でそれ読んで、私胸熱ストーリーやっぱ大好きだなって思って、お気に入りの胸熱小説を再読したらまた本読めるようになりました。そうなんで、読めなかったら読まなくていい。確かに。でもなんか自分の人生って向き合いすぎるとマジ重いし、なんかこうしんどいから、フィクションを入れた方がいいよね。自分の人生一回どうでもよくした方がいいから、小説か映画かドラマか、ラジオでもいいけど、ちょっと自分の人生関係ないものを触れた方がいいから、本じゃなくていいと思う。私もコンテンツ、映画だってドラマだって素晴らしいのたくさんあるんでね。あと私はそれでも本が読みたいんですって言うんだったら、文庫本じゃなくて単行本がおすすめ。いや文字大きいからさ、単行本ってなんか大きくて進み悪そうに見えるけど、絶対単行本より読めるから、読みやすくて。なので、あとやっぱ自己啓発本とかでもいいし、なんか気になったタイトルの本手に取ってパラパラって見てみて、文字がちょっと大きそうなもの、読めばいいと思う。いいですね。そんな感じで単行本行ってください。はい。次行ってみよう。次、ちょっとごめんなさい、順番変えよう。これもあれか、疲れてるじゃないけど忙しい、仕事育児国家試験の勉強の両立がハードですっていうのと、育児中心で自分が輝ける時間がないっていうお悩みです。あれだね、これも文字少ないの読んでほしいの民だね。オーディブルとかがいいかもね。じゃあ本当に本当にね、耳で聞いてたら後できて。ななみちゃん使ってるもんね、オーディブル。私オーディブルじゃなくて Kindle 倍速読むだけだ。本当に情緒ない読み方してる。もう絶対ダメ。そうなんですけど、でもオーディブルはオーディブルでいいだろうし、Kindle の倍速も悪かないです。私あれかな、なんかもう忙しい時ってちょっと自分の人生と違うところに生きてる人の話見るといいから、でいくと森友子さんのカミーノとかいいよね。元気出る。なんかスペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラっていう道が唯一世界遺産に登録されてる巡礼の道があって、そこを歩いた女性の話で、全然反省とか人生を顧みたりとかしない、ただ明るいっていう、もう太陽森友子みたいな感じ。ピカーンってしてますもんね。あと内田洋子さんはもうどれ読んでもイタリア連れてってくれるしね、すぐ。中だとイタリアの引き出しっていう作品は私好きかな。なんかそういうちょっと全然違うところに心飛ばしてもらう。本当舞台が東京じゃない方がいいかもね。旅エッセイいいですね。いいと思う。あとあれだよね、オードリー若林さんもさ、忙しい中でキューバ行く話。あれもいいよね。若林さんのキューバのエッセイも、キューバの片隅でなんとかみたいな若林キューバで出ると思うんだけど、ちょっと旅連れてってもらおう。はい、次は来ました。恋のお悩みです。なんかこれだけ私たちめちゃくちゃ真剣に答えてるね。はい。
いきますよ。はい。片思い系からいきましょう。うん好きです。恋愛の幸せを知ってしまった後に手放すことも満たすこともできない自分が弱くて悔しい。と会社の先輩が気になってるんですけど、すれ違っても挨拶ぐらいしかできない。目が合った時に話したいけど話せないっていう、はい、切ないお悩みです。いやでももうね、恋愛のアドバイスは本当に一つしかなくて、もう言おう、伝えよう、はい告白しようって感じかな。だって考えてても意味がないからで、なんかタイミング違ったら OK だったかもとかって、それって別にでもさ、その人にとって私運命の人じゃないっぽいじゃん。だからタイミングずれちゃってるしね。なんかそれでも信じてくれる人ならさ、こっちも頑張るけど、告白まずしてみようって思うな。相談するなら、恋の悩みを相談するのは絶対その本人が一番いいから。それキモって言われるんだったら離れればいい、で、あと忘れられない恋をしたりとか引きずってる人はもう忙しくしよう、本当考えちゃうからっていうことかな。もう恋愛はそれに尽きる気がする。でいくとなんかでも私がいつもやるのは、その告白とはいえ結構やっぱ緊張するじゃない。いやしますね。だからもう振られるイメトレをもうしとくのよ。もううまくいかない前提でいくと、なんかロッキーみたいになるから、付き合った時きっとね。だからなんか私は意外ともうなんか振られに振られてきた人生だから、もう慣れちゃったというか、いやいやなんか全然超振られてきてるから、告白はうまいんだけど、その毎回その大傷は大きかったんだけどでいくと、なんかあの時の私に言ってあげたいのは、なんか告白したのはいいことだけど、ちょっと傷が深いからちょっとイメトレもうちょっと頑張ってから行こうねみたいなそうでいくと、なんか恋愛の発酵と腐敗についてっていう小説があるんだけど、これはなんかもう出てくる女がだらしなくて、でなんかこうずるずる男に引っ張られていく感じのダサさとかちゃんと描かれてて、すごいイメトレしておくと気が楽かも。かな。そうですか。あとはあれ、西加奈子の白い印とかも結構のめり込んじゃう系の恋愛する子、あれはまたちょっと結末は違うけど、なんか一旦自分が振られるってことを別の主人公でイメトレしとく。なんかさ、アイドルのさ恋愛ソングとか聞くと励まされちゃうじゃんだからうまくいくかもみたいな思っちゃって落ち込むの嫌だから、もううまくいかないことを何度も何度も練習して、頭の中で告白する。私はこの戦法がいいんじゃないかと思います。ななみ先生は、ななみさんの方が恋愛うまいからな。いや、うまくはないんですよ。私は恋愛が大好き。なんか恋愛の感情が大好きなんですよ。ごめんなさい、呆れちゃってるんですけどそうキュンキュンじゃあ恋が叶ってキュンキュンする感情ももちろん好きだけど、振られて辛いみたいな痛い感情も大好き、だからすごいよね。そう私いつも告白するときはもう私は絶対付き合えると思って行って、振られて痛いっていう多分ド M なんでしょうね。それももうストーリーなんか入って楽しんじゃうんだ。いや、そう楽しんじゃう。もうなんか一個ラブストーリーの主人公だと思っていっちゃう。で、だから私これですごい紹介したかった本が石田イラのリバースっていう、結構前の本だと思うんですけど、読んだことない、出会い系サイトっていうか、なんかゲームだったかな、なんかこうオンラインで男女が出会って恋をする話なんですよ。これが男性は女性のふりでやり取りをしてて、女性は男性のふりでやり取りをしてる、それなのにお互いが惹かれちゃうんです。だから、女性は女性だと思ってる人に惹かれちゃう、で男性の実際には男性の人はネットでは男性、本当は女性っていう、こう同性だけど恋しちゃう、もうなんか性別とか何でも関係ない、もうなんかその恋する気持ちって暴走だよなっていうのをすごく考えさせてくれる教えてくれる本で、それが美しい。私はなんか恋愛の素晴らしさ、この本結構詰まってんじゃないかなって思うから、なんかみんな傷つくのが怖すぎるじゃないですか最近。なるほどね。私もそう傷含めて恋愛の醍醐味だぞってことか。そう、もっと傷つけに行け、
って思うし、傷ついた後は絶対最高の恋愛待ってると思うんで、もうガンガン傷つけにもなんか自分から言ってほしいなって思います。それいいね。確かに恋愛の傷って自分で追わないと学ばないから。いやそうなんです。学んでいく恋愛がなんか一番なんだろう、最後いい恋愛になるんじゃないかな。なんか私そんなことになったことないんですけど。でもリバースめっちゃ気になる。これ結末超聞きたい。いやもう後で言いますね。素晴らしい。もう素晴らしいです。本当にいい。これいいな。これチャプターズの選書どう？面白そう。恋愛すぎて入れたことないなっていう。そうなんだ。じゃあ読んでもらおう、この片思いしてるお二人に。ぜひ恋愛の素晴らしさを。はい次ははい恋は発展してるけどっていうお悩み系ですね。2個目は元彼と復縁、今後どうなっていくんでしょうというお悩みです。これさ、どういう気持ちで書いてくれたんだろうね。いやもうなんか知らんがなだよね。でもお悩みの方は笑って書いてる。あ、そっか。応援してます。ちょっと本では難しい。でも復縁したならさ、その縁大事にしてねって感じかな。私これ山内まりこさんの結婚と私いいかなって思ってて、エッセイなんですよね。本当にお付き合いしてる時、結婚してからの2人の喧嘩話をずっと書いてる本。喧嘩なんだ。そうなんかこういうのでイライラしたとかいう話なんですけど、それを山内さんの視点とその旦那さんの視点両方で書いてる。旦那さんも書いてくれたってこと？そうなんかそうです。すごい。このエピソードの裏側みたいな感じで旦那さんがスピンオフ書いてるみたいな状態なんですけど、そうなんでなんかこう喧嘩が起きた時って、こう相手の気持ちあんまり分かれなかったりするじゃないですか。それをなんかその一冊のエッセイでどっちの気持ちも分かるから、喧嘩が未然に防ぐコツみたいな。のになんかちょっとつながったりするんじゃないかと思って、復縁ってなんか一回ダメだっていうのが分かってるけどもう一回付き合い直すから結構成功するんじゃないかなって思ってて、何が成功か分かんないけどうまくいくんじゃないかなって思ってて、それでもこう予期せぬね大事件とかあったりするかもしれないから、喧嘩しないように山内まりこさんのエッセイ読んでこうなんだろう分かち合っていけたらなって思います。いいね。さすが恋愛お悩み選書マスターだな、なみちゃん。いや好きですね恋愛。じゃあ次は遠距離3年半たち結婚も考えていますが、きっかけになる勇気の出る本教えてください。分からんよ。これももう本じゃできないよね。いやでも萌野さんそうだ、遠距離じゃないですか。そうだよね。私も付き合った当初からパリと日本で、今もパリと日本でね。なんかね、結局ね、遠距離続いてるって時点で大丈夫だと思うよ。楽しいよ。確かに。結婚しても。だからもう分からん、結局結婚したって相手なんて他人だから。でも遠距離っていうこうお互い嘘つきまくれる状況の中でもなんかその人が心にいるから頑張れたり安らげたり誠実でいようって思えるってだけでもう結構愛情かなと思ってて、だからなんか遠距離3年も続いてんだったら結婚すればと私はもうだって別れればいいじゃん、別にうまくいかなかったら。そうですよね。だから結婚考え始めてるんだったらでもこれもあれか、悩んでる時はやめた方がいいっていう私のさっきの理論に戻るとちょっと違うのかな。ただ遠距離恋愛私大得意だった。もう超最高だったもう何にも縛られず、だからよかった遠距離でうまくいってるところはなんかあんまりお互い依存も少なくて、私はとても、自分らしく恋愛も生活の中に入れられてる人が多くて結婚もスムーズにいくんじゃないかななんて思いますけど、私はおすすめよって感じ。はいこれもう人生の先輩ですね。じゃあ次は可愛い仕事で忙しそうな彼に何がしてあげられるかな。可愛い。もうね、これはこの悩みが多分もう重くてちょっとね厳しいことをなんかさ自分が仕事に忙しい時に自分のことを考えてる
人が恋人だったら暇かお前ってなる私は。はだからはああなた自身が魅力的になることが大事だと思う。だからいいですね。忙しい彼のためにしてあげられることはあなたも忙しくなることだと思う。はい。で忙しいたってさ会いたかったら会うじゃんお互い。いやだからそうですね。彼のために何かしてあげるんじゃなくて彼が忙しいから私ももっと忙しくして魅力的になろうっていう自分に矢印向けた方がいいと思う。でいくとやっぱこう趣味広げる系の本がいいかなと思って、何がいいかね。例えばバッグをざっくりだ。あそうだね山登あと私最近読んでちょっと YouTube も撮ろうかなと思ってるんだけど、ろう。エーリヒ・フロムの愛するということっていう本があって、これは愛はされるもんじゃなくてするものだっていうね。結構愛は技術であるってことから始まってくんだけど本がなんかこういう誰か言ってましたみたいなことじゃなくて一時情報に触れに行ってがっつり学びに行くとか、あとは私はなんか最近伝統芸能とかが好きでオペラとか相撲とか歌舞伎とか落語とかバレエとかすごいなんかそういうのになんか興味が出てきてて、それに関連した本をなんか手元に置き始めてるんだけど、なんかそういう実際の行動と自分の読書とをリンクさせて趣味の幅を広げていくとか、なんかそういう魅力的になる努力がその自分の心を忙しくすることをしてちょっと、あなた自身を素敵にしてほしいなというのがアドバイスです。彼に向いちゃダメ。うわ響いた私も。よし。あ本当？はい、次いきます。次は、付き合って2ヶ月だけど自分の時間も大切にする彼で、友達も多くてちょっと寂しいですっていう。なんかさ、いや仕事忙しいとかさ、今ちょっと試験前でとかはいいよ。あと家族の介護があってとか、友達腹立つよね。そうですか？友達ってだってあげる作用一緒じゃんみたいな、バカやって楽しくみたいな、お前といたら楽しいみたいなことが恋愛もあるじゃない？でいくとなんか私結構友達腹立つなと思っちゃった。まあそうですか。ななみちゃんどう？そんなことない？いや私なんか別に友達もそんなに多くないですけど、相手が友達で忙しいんだったら私も友達で忙しくすればよくないと思って、でなんか多分友達では埋められないものが恋愛には絶対あるから、そういうなんかこうあったかい感情とかさ、そういうのはあると思うから、友達は友達で、なんだろう、自分も友達と遊んだらいいで、なんか遊ばなくっても自分一人の時間をなんだろう、もっと大事にするのでもいいんじゃないかなって思ったり。でもさ、この子はめちゃくちゃ一緒にいたいタイプなんじゃない？彼と。いやこれね、私心当たりがあるんです。すっごい、そうもともとはなんかもう週1どころかもう毎日会いたいみたいなタイプだったんですよ。でも今はっていうかなんかこうなんだろう、一人の時間も大好きすぎてそっちも大事にしたいから、もうなんか週2とか月1ぐらいでいいなっていう、こうマインドになってからはすごくなんだろう、いいバランスが取れるようになった。優しくなれるよね、相手に。自分で忙しいと。で一個思ったのは、私すごくインドアだから、家にいる時間をもっとこうなんだろう素敵にしたいなって思って、暮らし系のエッセイを読んで、自分の時間を大事にしたくなるような本にいっぱい触れた。小原晩さんとか工藤レインさんとか、あとはもう割とどれでもよかったりするんですけど、最近 SNS でよく見かけるなんだっけ、私ミシンは触らないのっていうエッセイだったかな。ああいうこうなんだろう、日常のなんかちょっとこう、この時間好きだな、コーヒーの湯気見る時間好きとか、そのぐらいの心がときめく瞬間を切り取った暮らしエッセイってすごくこう時間を大事に生きたいなって思うから、一人の時間全然苦じゃなくなった。そうなんだ。じゃあ、彼女も自分の時間を充実させなきゃいけないのかな。なんか私さ、友達付き合いって例えば私ともっと会ってよって言って私に会ってくれないならもう結構価値観としてもう無理かなって思っちゃった。だってそうですか。私はあんまり友達は本当友達こそ月1とか半年に1回でいいから、親友でさえ、だからなんかいいエネルギー交換したいじゃん。だったらなんか
彼氏とか家族とかの方が日常のささやかな爆笑みたいなこと一緒にやりたいタイプなの。ほだからもう多分会う頻度違ったらそれもなんか遠距離がうまくいった理由でもあるんだけど、私が、なんか会う頻度合わないと結構価値観きついかなと思っちゃったの。だって結婚しても続くじゃん、きっと。友達に俺会ってくるから、この人この日いないからみたいな。だったらなんかさ、友達との飲み会私も一回連れてってよとかって一回様子見に行くとかね。それは一個いいかもしれない。紹介できないやつだったらもうそれはダメなのは分かりやすい。でなんか恋愛に求めてるものがなんか違いすぎる気がする。友達は分かんないけど、友達腹立つんだよね私も。なんか知らんけど友達と同じだろ恋人みたいな。でなんかグループが楽しいんだったら、なんか混ぜてほしい。ああ、みんなで一緒に行こうに、そうそう私も連れてけだな。かな。ちょっとここ早めに話し合っとかないと。だって寂しい思いしちゃってるわけじゃない、彼は友達が多くて自分の時間も大事にしてて。そしたらもう私3番目じゃん。私が私のこと3番目って思っちゃってる時点で、もうちょっと腹立つ。出たプリンセス思考。いや一番殿堂入りの一番だけど今はちょっと箱の中にいてねみたいな、そういう扱いじゃないとね、やっぱり。とか言ってちょっとだいぶ偏った恋愛観だけど、言った方がいい。そうね、もう話し合った方がいいかも。ちょっとこれは、それ言えないのはちょっと良くないですね。しんどいよね。はい、ごめん、本は思いつかなかった。ありがとうございます。いろいろ脱線しましたが、無事30個のお悩み答えることができました。ありがとうございます。これでいい年越せそうです。よかった。なんか、楽しかったね。でもみんなのお悩みに答えるの、久しぶりに。すごいですよ。このラジオを撮った時間1時間になります。じゃあなんかみんなの作業のお供系になるといいね。いや、そうですね。これあれね、もう音声だけで公開するんだよね。そうです。なんで、耳だけお貸しいただけたら、そうだね。なと思います。はい。じゃあみんなのちょっとでも本を読むモチベーションになってれば嬉しいです。皆さんもね、お悩みいただいた方もずっと全然解決してくんないんだけどってもやもやしてたかと思うので、これでねちょっとでもすっきりしていい年になったらいいなと思います。そうだね。じゃあまた次回の動画か、ラジオか何かしらでお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。